サイドも海外テックのこれまじミントです。海外の一次ソースと実機挙動を一緒に解剖する番組リナです。今日はニュース紹介で終わりません。プールサイドの新モデルラグナエス 2.1 をスタジオの DGX スパークでも動かして確かめます。その前に数字の問題。181ステップ約50分、人の介入はゼロ。何をしていたでしょう。答えは HTML と CSS を描画するブラウザエンジンを一から作り自分で検証していたです。しかも画面を見る目を持っていない AI がブラウザを検証したの。その方法と DGX スパーク1台に収まる仕組み、ベンチマークの届いた場所と届かなかった場所まで全部見せます。これマジ？早く中身を見せて。プールサイドの発表によりますとラグナエス 2.1 は総 118B パラメータ、格闘訓で実際に動くのは 8B、 コンテキストは最大 1M です。考えて答えるシンキングとすぐ答える NO シンキングを選べます。頭の中には 118B いるのに毎回働くのは 8B だけ。そう、 MOE は得意分野の違う小さな専門家を多数揃え入力ごとに必要な専門家だけを呼ぶ仕組みです。全員を毎回動かす密なモデルより計算量とメモリ帯域を抑えやすくなります。巨大な会社だけど会議に呼ばれるのは担当チームだけ。全社員集合を避ける感じだ。かなり近いです。 118B 分の重みを保存する容量は必要でも1トークン元の計算は 8B 相当に絞れます。手元の控えめな構成で大きな知識容量と実行速度を両立しやすい理由です。 DGX スパークはこのチャンネルで何度も触ったあの机上の箱だね。今回の主役は新しいモデル、箱はおなじみの実機です。プールサイドによると NVIDIA が推論最適化に正式協力し単体の DGX スパークまで対応範囲を下げました。ライセンスは OpenMDW1.1、 公開初日からハギングフェイスに複数精度の重みと公式の GGUF MLX 変換も用意されています。配るだけで終わらず実際に走らせる入り口まで作ったんだ。学習の数字もプールサイド好評です。2026年5月22日に4096機の NVIDIA H200 で事前学習を始め7月21日の公開まで9週間未満でした。サイズを増やした話より短期間で挙動を仕上げた話が気になるね。プールサイド好評の最初の事例はバニラ JavaScript だけで HTML と CSS のレンダリングエンジンを一から作る課題です。指示文も全文公開されています。1回のセッションで181ステップ約50分、人の介入はゼロ、 HTML トーケナイザーと DOM ツリー、詳細度を扱う CSS パーサー、カスケードとインヘリタンス、ボックス、モデルレイアウト、最後にカンバス 2D のレンダラーまで進みました。それだけでも大工事。でも完成した画面を本人は見られないよね。ここがこの事例の中心です。ラグナエス 2.1 には視覚がありません。そこでヘッドレスクロミウムを起動し同じ HTML を本物のブラウザにも描かせ双方のピクセル出力を数値で比較しました。目の代わりに採点機を自分で用意した。生の能力自慢より重要なのは感覚の制約を認識し別の検証経路を組み結果が合うまで続けた行動です。プールサイドが示したいのもこの粘りと自己検証です。綺麗な成功画面だけ抜き出した可能性は。トラジェクトリーズプールサイド I で編集していない全トラジェクトリーを確認できます。途中の思考、失敗した案、修正の流れまで終える公開方法は大きな長所です。181歩の足跡を最初から最後まで読めるわけだね。次もプールサイド自身が公表した社内事例です。研究者がラグナエス 2.1 をモデルの学習、評価、提供に使う内部エージェント、ハーネスへ向けました。ルールは厳密です。一度に変えるのは1つ、変更ごとにベンチマークを実行し測定できる改善だけを残す。数時間の自動ループで20回試しました。思いつきで全部書き換える天才ごっこは禁止。毎回タイムを測る部活だ。プールサイド公表の結果はウォール、クロックが 5.19% 短縮、メモリーアロケーションが 71.1% 削減です。見つけた1つ目は文字列を繰り返し連結して処理量が O、N に増える箇所、バッファーへ置き換えました。さらに同じ内容のコピーと余分な領域確保を見つけメモイゼーションと必要量ぴったりの事前確保で減らしました。派手な一発より小さな無駄を測って積み上げたんだね。速度だけ見て採用したわけでもありません。後から棒のレースディテクターと棒ベッドを通し並行処理の問題や性的な不具合が増えていないことを検証しました。早くなった、検査も通った、だから残す。これは仕事の進め方として参考になる。自分を動かす基盤を自分で測定しながら改善した点も面白いですね。3例目はエルデシュ問題397の再発見です。
この問題は2026年1月に GPT-5 にプロが先に証明し、プールサイドもラグナの結果を再発見とはっきり説明しています。初めての回答という扱いはしない。では何が新しくて面白いの？問題は1975年にエルデシュ、グラハム、ルーザ、ストラウスが提示しました中央2項係数を異なる番号から選んで左右で掛け合わせた時、同じ積になる組み合わせは有限個だけかという問いです。プールサイドの事例記録ではラグナ S2.1 は68分取り組みました。サンドボックスに Python がなかったためパールを使い、総当たりの素因数分解、パターン分析、無限族の予想、証明という順で進みました。 Python がないならパールを選んで続行。道具箱の別の引き出しを開けたんだ。本当に注目したいのは構造です。 GPT-5 にプロが2026年1月に示した基地の証明は6、インデックス構成、ラグナは形の異なる8、インデックス構成を独立に導きました。プールサイドによると、ラグナ S2.1 の学習データカトフは2025年11月です。先行回答より前なので、その答えを記憶から取り出した可能性は低く、別経路で導き出したことを支える材料になります。最初の栄冠は先行研究へ。ラグナの価値は知らない道具と別の構造で同じ地点へついたことだね。その整理なら過大評価も過小評価も避けられます。ここからはプールサイド公表のベンチマークです。ターミナルベンチ 2.1 は複数回のパスアット1を平均した値です。 118B のラグナが 1.6T や 975B など大きいオープンウェイトモデルを上回ります。ただしフロンティアクローズドモデルにはまだ届きません。大きいオープンウェイトモデルをいくつも超えた。でもフロンティアクローズドモデルももっと大きいテンセント HY3 も上にいる。両方向を1枚で見ないとね。ディープ SWEV1.1 はプールサイドがより難しく飽和の少ないベンチマークと位置づけています。フロンティアモデルがおおむね 54% から 73% に並ぶ一方、1T 超のオープンモデルでも 10% 未満があります。ここではシンキング有効のラグナ S2.1 が 40.4%、約13倍大きいディープシーク V4 プロマックスは 9.0%。 難しいソフトウェアエンジニアリング課題で小さいモデルが大きいモデルを大幅に上回った検証可能な数字です。 40.4% なら何でも任せられる完成型という数字でもないね。その通り小型化の効率は強い。絶対的な到達点はフロンティア勢が高い。この2つが同時に成立します。利用入り口はオープンルーターにもあり、256K コンテキストのフリーエンドポイントがあります。専用の 1M エンドポイントは100万インプット、トークン当たり 0.10 ドル、アウトプットは 0.20 ドル、キャッシュ、リードは 0.01 ドルです。試す入り口は軽い。でも長いエージェント作業では速度とトゥールコールの安定性も同じくらい大事そう。そこを今後も実機で追います。こうした公開モデルの測定と運用上の注意点を続けて確認したい方は、ここでチャンネル登録しておくと次の検証を見逃しにくくなります。では、第三者が DGX スパークで測った数字も見よう。この図はプールサイドの数字ではありません。第三者コミュニティのウェシェラが公開する MIT ライセンスのレシピレポによる独立ベンチマークです。スパーク、ベンチ V6.4C74、シナリオス、シンキングオフという独自条件なので、先ほどのターミナル、ベンチやディープ SWE とは数とも方法も異なります。ロースコアを横並びにはできません。このレポの中だけで読むと何が目立つ？トルーススコアは 86.5、エージェンティック、サブ、スコアは 99.3 で、このボードの過去最高。別モデル GLM5.2 を4台の DGX スパークで動かした構成の 96.6 も上回ったと報告しています。これはモデル同士の厳密な直接対決より、1台と4台という構成効率の参考値です。単一ストリームは 1K コンテキストで 19.3、トック、S、31K でも 18.2、トック、S、長いコンテキストでも落ち幅が小さく、8並列では合計84、トック、S でした。ここでスタジオの本物の DGX スパーク出番です。以前の動画でも使った同じ DGX スパークがあります。今回はプールサイドの発表を読むところから一歩進めて、小さな再現を自分たちで試します。計画は約 67GB の NVFP4 量子化ウェイトをダウンロードし、VLLM サーバーを立て、実際のプローブリクエストでトゥールコーリングが成立するか確認することです。このウェイトは 121GB ユニファイドメモリーの単体 DGX スパークに収まる構成です。バージョンを入れて起動したらそのまま信用していい？コミュニティレポが記録した重要な落とし穴があります。必要なのは VLLM 0.25
0以上。古いバージョンでも普通のチャットは動きますが、トゥールをつけた瞬間に解釈できないツール、コールズを黙って出す場合があります。エラーなし、クラッシュなし、会話だけ見ると正常。エージェントにした瞬間だけ迷子。だからレポは専用のツール、コール、カール、プローブを先に通す手順を示しています。サーバーが起動したという確認と、エージェントとして使えるという確認を分けるのが要点です。実際に何が起きたかをそのまま話します。それで本当に動いたの？結果から言うと、約 67GB のダウンロード自体は完了しました。ただし DGX スパークのユニファイドメモリーはすでに他のモデルで埋まっていて、サーバー起動とツール、コールプローブまでは今回進めていません。動いてる別のモデルを止めてまでは踏み込まなかったんだ。収穫はあります。メシェラのレシピを読み込むと、トゥールコーリングを機能させるには VLLM0.250 以上に加えて、プールサイド V1 という専用のツール、コールパーサーとリーズニングパーサーの指定が必須だと分かりました。うちの環境にはまだ入れていないので、次はここから実際に構築します。何を用意すればいいかはもう具体的になったわけだ。ここまでが今回実機で確かめられた範囲です。サーバー起動とツール、コールプローブの結果は空き容量を確保できた回で改めて報告します。できたこととできなかったこと、両方そのままよ。それがこの番組らしいね。プールサイド自身が上げる限界も確認します。一つ目はハーネスオーバーフィッティング。ナティブハーネスに慣れているため、ヘルメス、エージェントのターミナルトゥールのような少し違うスキーマでは呼び出し方を誤ることがあります。別の職場へ行ったら内線電話の番号が違った感じ？近いです。多くは一度リジェクトされると自己修正しますが、最初の1回が重要な処理では監視が必要です。2つ目はネステッドツールコールです。XML タグ形式のツールコールで、引数に JSON、アレイが入ると、エスケープの誤りやマルフォームド、JSON が出る場合があります。複雑なトゥール引数はスキーマバリデーションを必ず通したいところです。箱の中に箱、その中に配列、急に梱包が雑になることがあると。3つ目は考えすぎです。競技数学に近い課題では処理が長くなりやすく、ベルデシュ問題の68分もその傾向とつながります。さらにユーザーがシンキング、エフォートを細かく調整する機能はありません。プールサイドが公開速度を優先して選んだ仕様で、完全オンか完全オフの2択です。先ほど示したターミナル、ベンチの 70.2% とディープ SWE の 40.4% はシンキングモードの数字です。安く早くするためリーズニング量を少しだけ下げる操作はできません。高得点の条件と日常運用の費用や待ち時間を一緒に考える必要があるね。そしてエルデシュ問題397はあくまで再発見という位置づけです。独自章は先行する6、インデックス構成と異なる8、インデックス構成を導いた点にあります。長いコンテキストを実機でどう測るかは以前の DGX、スパークやローカル、LLM を解剖した動画も関連動画から見られるよ。ハードウェア側の制約と合わせると今回のモデル設計がもっと立体的に見えます。ラグナエス 2.1 はプールサイドにとって3ヶ月未満で3回目のモデル公開です。4月28日のラグナ M1 とラグナ XS2、7月2日のラグナ XS2.1、そして7月21日のラグナ S2.1 と続きました。そんな短期間で何を一番変えたんだろう？プールサイドのアプライドリサーチ共同責任者ペングミング1は知能そのものを追加したというより能力につながる行動を改善したと説明しています。具体的には検証を増やす、当然だと思い込む回数を減らす、早い段階で成功を宣言しない、そして粘り強く続ける。この姿勢が見えない画面の数値比較や位置変更ごとのベンチマークに現れています。 118B という看板よりどう働くよう教えたかが今回の主役だった。大型オープン、ウェイトモデルを超える場面があり、フロンティアクローズドモデルには差がある。トゥールスキーマやシンキング制御にも課題がある。それでも単体 DGX スパークまで降りてくるエージェントモデルとして興味深い位置です。公開ウェイト、実行レシピ、トラジェクトリーまで揃うと見る側も自分で確かめられるね。発表の数字と実機の挙動、その両方をこれからも追います。海外テックのこれマジいいみなとヒントでした。バイバイ。